テッテレー博士です。今回あらすじとその魅力を私の超個人的な見解とイラストにて語りまくるのは、漫画ジョジョの奇妙な冒険第1部。未読の方にはご紹介及び新たな世界を、既読の方には熱量と共感、同志との話題をご提供できればと思います。長ったらしい前置きなどすっ飛ばしたい方は、概要欄からあらすじなど各パートへお飛びください。さて、荒木博彦先生によるジョジョの奇妙な冒険シリーズは、作者ご本人が歌っている言葉にたがわず、まさに人間参加の物語。血筋のみならず、出会った人々の生き様や勇気を受け継ぎ、自らもまた次へつないでいくキャラクターたちの様子からは、生きる意味を見出せます。このような心に訴えかけてくるまっすぐさは王道の少年漫画ですが、大迫力なバトル描写や独特な絵柄とセリフ回しが話題を呼び、ネットミームとしても広く世に親しまれているのが笑いどころ。現在第9部まで続いており、連載が開始されたのは1987年の週刊少年ジャンプ、今なおウルトラジャンプにて連載中という38年ものの超大作です。しかも9部中6部までがすでにアニメ化されており、2025年7月現在、めでたく7部のアニメ化も決定している大人気作。そんな伝説の始まり、第1部は4巻と7話分という手に取りやすい短さです。しかし絵面もセリフも内容もキャラも全てが濃く、比較的読むのに時間がかかる作風なので、じっくり堪能することができます。数いる主人公の中で最も紳士的かつ正義感なジョナサンと、卑劣でプライドがやたら高くすがすがしいほどのゲス野郎であるディオという、徹底的に正反対な2人の青春と決別、そして運命の物語。絵柄やセリフの口汚さ、ストーリーのお説教感に目をつぶり、むしろそこを楽しめれば、昔ながらの王道ダークバトルファンタジーとして読むことができます。有名だ式にはなっているんだけど、長いし絵が濃いしで手が出しづらいな、と思っている方も、この動画を機にまずは4巻と7話分だけでもぜひ読んでみてください。情熱にあふれ、勇敢で、誇り高い彼らの生き様に、きっと心打たれることでしょう。この動画は、あらすじと各キャラクターのご紹介、魅力ポイントの3部構成です。終始ネタバレを含まない形なので、未読の方も安心してご覧いただけます。また、私の解釈や考察なども存分に織り込んでいるので、既読の方にもお楽しみいただけると思います。血は命なり、この言葉とともに何代にもわたる壮大な物語の幕開けを飾るのは、なんとも怪しげな石仮面。しかしここは、この石仮面がキーアイテムと分かっていれば良いでしょう。続いて描写されるのは、意外にも主人公、ジョナサンではなく敵役、ディオの少年期。ボロ屋に病床の父と2人で暮らしていた彼は、持ち前の頭脳を武器に、チェスで買った掛け金などで食いつなぐ日々を送っていました。彼の父親はこれまたどうしようもないクズ野郎ですが、ひとかけらの不正からか、自分の最後を悟ってディオに後見人の当てを伝えます。こいつは俺に恩があるから、と汚い口から話されたエピソード。それは、お金持ち一家の事故現場に偶然居合わせ金品を盗んでいたところ、重傷ながらも生き残った当主に、介抱した恩人と勘違いされたというこれまた毒なお話でした。母に苦労をかけしなせた上に尊重もせず、何かあれば暴力に訴える飲んだくれの父を心底嫌っているディオ。お前は頭が良いからこの金持ちを踏み台に誰にも負けない金持ちになれ。という父からの言葉に、言われずともなってやる。誰にも負けない男になる。と父の死後、墓に唾を吐き家を出ました。そうして向かったのが九段の金持ち、元井ジョースター家。地元では有名なお金持ちであり、あの事故で生き残った当主、ジョースター卿と、その息子、ジョジョという愛称で呼ばれているジョナサン・ジョースターが、執事やメイドたちと共に暮らしていました。さて、この、お人よしとも言えるほどの優しさを持った生粋の紳士、ジョースター卿。天涯孤独になったディオのことも快く引き取り、息子、ジョナサンと同じように愛を持って接します。そして、ジョナサンもまた、本当の紳士を目指していると宣言するほど、まっすぐに自分の正義を貫く男、女の子を下品にいじめるチンピラ2人に、叶わないと承知の上で立ち向かう勇敢さと、余計に殴られるのを分かっていながら、ジョースターの息子だと示す誇り高さを持ちます。子供ながらになんと立派なことでしょう。さて、そんな一家に迎えられたディオ、普通なら心からの感謝を持って、この恩を返せるようにと思うもの。しかしこの男は、あろうことかジョナサンを精神的に追い詰め、後継の地位とジョースター家の財産をすっかり乗っ取ってやろうと画策します。子供ながらに、なんとゲスな少年でしょう。そしてその追い詰め方も尋常ではなく、天性の賢さや身体能力の高さ、カリスマ性を悪用しまくります。
人目につかない場面で必要以上に暴力を振るったり、物を勝手に借りパクすることは当たり前。さらには、近所の子供たちにジョジョはチクリマだと噂を広めたり、ジョナサンと恋仲になった女の子に無理やりキスをして仲を引き裂いたり、なんとも卑劣な方法で、ジョナサンを孤立させようと周囲に働きかけます。その度に抗議したり時にはぶちのめしたりと、やられっぱなしではないジョナサンですが、その後もより一層非道な行為を繰り返すディオ。この2人の対立に皆様覚えていますでしょうか。怪しげな石仮面がキーアイテムとして関わり、彼らの運命をさらに数奇な道へと誘うのでした。果たして2人はどのような人生をたどるのか、彼らの行き着く先はというお話です。さて、サブキャラやモブに至るまで強烈なキャラが勢ぞろいな本作。語りたいだけ語っているとそれだけで動画1本分になるので、特に語りたいジョナサン、ディオ、エリナ、スピードワゴンの4人については、それぞれ別途、既読の方向けに動画を出していきたいと思います。アップロードでき次第順次概要欄にリンクを貼りますので、より深い感想や考察に興味がある方は、そちらもご視聴いただけると嬉しいです。さあ、濃ゆいキャラの中でもひときわ輝くのがこの男、主人公のジョナサン・ジョースター。強い正義感を持ちつつも、カエルで遊んだりテーブルマナーが悪かったりなど誰もが通る少年期を経て、どこで化学反応が起きたのか、ゴリラマッチョスーパー紳士な完全無欠の正義感に成長を遂げます。育ちに育った195センチの魅惑のボディは、自称するように丸太のごとき屈強さ。どれだけ怪我を負っても物ともせず、化け物を相手に負けず劣らず以上で渡り合う。そんな彼の頑丈さと力強さは常軌を逸しています。彼はただのラグビー部員なはずなんですけどね。考古学でセンセーションを巻き起こせたらと可愛らしい夢を見るような。そしてジョナサンの内面について語りたいことは山ほどあれど、それはまた別の動画にて長くなるので、悩んだ末に一つだけでもお話ししたいのは、彼が自分はジョナサン・ジョースターであることに誇りを持っているということ。代々つながれてきたジョースター家に生まれ、広い心と優しさを持つ偉大なる父に育てられた。そんな自分ジョナサン・ジョースターがいかに素晴らしく価値ある存在なのかを知っているのです。だから彼はディオと共に育ちながらも卑屈になることなくまっすぐに成熟し、他者を尊重しながらも自分の信念を貫き通せ、絶対絶命を前に乗り越えることを己が使命として立ち向かっていけるのでしょう。そしてそれは彼を常に前向きにさせ、勇気と力強さを与え、著しい成長を促します。その成長具合は散々彼を蹴落とそうとし自分に並び立つ存在を許せなかったディオが表向き仲良くするという方向にシフトチェンジしたほど、またそこまで君が背負うことはないんじゃと言いたくなるようなただならぬ責任感も、ジョナサン・ジョースターという存在の大きさを自覚しているからこそのように思います。そしてそんなジョナサンの敵役をこれまた立派に務め上げるのがこの男。生まれついての悪にしては魅力的すぎてしまったディオ・ブランド。ジョジョの作品にとどまらず、日本の漫画、アニメ界においても代表的な悪役じゃないでしょうか。彼は幼い頃から一貫して、とんでもなく邪悪な上昇志向を持っています。他者を排斥してまで金持ちになろうとし、どんな手を使ってでも人の上に立ちたがる、まさに嵐のような凄まじい渇きを持った男。荷物を持ってあげようというジョナサンの親切を威張ってると受け止める余裕のなさや、拳を振るってでも物事を自分の思い通りに進める強引さからは、他者を認めない器の小ささを感じます。185センチとそこそこの長身かつジョナサンと違和感なく並べるくらいにはマッチョに育った後も、内面的に成長したのは感情と表情のコントロール力のみ。愛も変わらず他者を見下し、誰かに何かを与えるなんて発想はなく搾取することだけを考え、行動指針は常に自分のためと、道徳的な成長は全く見られません。少年の頃から、実子と変わらぬ惜しみない愛を注ぎ育て上げてくれたジョースター教でさえ、彼に言わせれば、ジョジョ、お前の父親、呼ばわり、いかに真っ当な人間関係を築けない性分なのかを表していますね。しかし天性のカリスマ性と明晰すぎる頭脳、そして色が漂う突出した美貌は人々を強く引きつけます。そしてその生い立ちや母のために涙を流せることを知ってしまうと、彼の卑劣さや腐った根性を散々見てきた読者ですら、嫌いになりきれないという不思議。ともすれば愛してしまうほどの強い魅力とその謎は、ぜひ本書を手に取り体感してみてください。さて、そんな強烈な主人公たちに引けを取らない散乱たる人物、それがこの男、スピードワゴンです。オーガストリートという多様なゴロつきどもが集まるスラム街をまとめ上げ暮らしていたところ、そこへ訪れたジョナサンの人柄に感銘を受け、サポート役を勝手でたかれ、おせっかい焼きと自称したり、自分は足手まといかもと謙虚な姿勢を見せたりしますが、
その実、あの超物騒な町を引率していたのも頷けるほどの素晴らしい人格者です。認めた相手には敬意を払い忠義を尽くし地獄の果てまでお供する筋の通った気持ちよさ。オーガストリートで生まれ育ったにもかかわらず彼が持つこのまっすぐさはジョナサンにも引けを取らない心根の良さを感じさせます。大切な人のためなら手負いの体に鞭打ちアクロバットな動きを見せ、そんな苦労を押し付けることなく相手を思って身を引けるとっても素敵なナイスガイ。スピードワゴンはクールに去るぜ。また化け物が登場する段階で戦闘内容がおっかなびっくりファンタジーバトルになるのですが、その中では比較的まともなスピードワゴンのリアクションがこの世界観から振り落とされそうな読者の手をつないでいてくれます。読み進めるごとに敵役への嫌悪感が増す物語展開や超理論かつ複雑なバトル描写において彼の気持ちの良い人間性と一般的な感覚、そして的確な解説がもたらす功績は本作を読み進める上で間違いなく大きいと言えるでしょう。個人的なことですが、ジョジョ一部における私の最推し同率トップ2の一人です。そして私のもう一人の最推しであり、才色兼美活読を切り取っても素晴らしい心の持ち主、エリナ・ペンドルトン。少女の頃から低粛であり、ジョナサンから川遊びに誘われた時の半袖短パンくらいには肌が隠れている水着を着るのでさえ頬を赤める可愛らしさと言ったらもう、彼女くらいの恥じらいがひとかけらでもあれば、私だって裸族にはならなかっただろうに。そんな淑女な一面を持ちながらも、彼女は決してつまらない少女ではありません。大きな滑り台をジョナサンと二人で滑り大ごけした際には、キャハハと大笑いしたり、ハートと自分らの名前を木に彫って見せたジョナサンをたしなめながらもキャッキャと追いかけっこをしたりと、元気で明るい一面をも見せてくれます。加えて、ジョナサンとの仲を引き裂こうというディオに、無理やりキスをされた時に見せた、彼女の強さもまた魅力的。エリナは、ディオの服を引きちぎり、泥水で口を注いでその高潔な意志を示しました。その義理堅さと気丈さ、そして頭の回転の速さからは、彼女がただものではないことが伺えます。肉弾戦のみならず精神的な勝負も多く繰り広げられるジョジョ作品において、最初にディオに勝ったのはエリナであると思うのですが、皆様いかがでしょうか。成長してからはさらなる知性や慈愛の精神が見られ、まさに完璧な女性がここに極まれり、そしてただでさえ高い戦闘力を誇るジョナサンをさらに鍛え上げたのが、お上品なちょびひげとシルクハットがトレードマークの師匠、チェペリ男爵。味方の攻撃手段においてファンタジー面を担うのは、かの有名な波紋です。特別な呼吸法を用いて超人的なことを成し遂げるこの技法は、水面を歩いたり治癒力を高めたりと、単純な戦闘以外にも様々に活用されます。そして何より、幾度となく戦うことになる化け物どもへの特攻技。彼はその類稀なる指導力で、ジョナサンを立派な波紋戦士へと育てます。ジョナサンとは親子ほど年が離れているであろうチェペリ男爵は、若い頃の遺跡発掘隊に参加し、あの不気味な石仮面を掘り出したそうな。その石仮面の謎の力により化け物どもに襲われ50人を超える仲間は全滅。一人生き残った彼は、幻聴である石仮面の破壊を目的として、これまで生きてきたといいます。あの化け物がいかに恐ろしいかをその身で味わったにもかかわらず、せっかく生き残ったのだから知らん顔して我が身だけでも守ろう、とは考えなかった男。恐怖の出来事と向き合い、打破するために考え尽くし、厳しい修行を積んで自らの使命を全うせんとする姿は、私たちに人間の持ち得る強さを教えてくれます。そんな彼が放つからこそ、勇気とは怖さを知ること、人間参加は勇気の参加、人間の素晴らしさは勇気の素晴らしさ、などといった言葉がぐっと胸に響きます。そして当時のことを話しながら汗をかき震えるほどの思いを今なお抱えて、それでも、世のため人のため立ち向かうことを選ぶ勇気と自己犠牲の心はまさに黄金の精神と言えるでしょう。さてもう一人、メインキャラクター化の判定は怪しいながらも、お話しさせていただきたい紳士がこちら。ジョースター卿、ジョナサンのジップ、ディオの養父にして、作中では随一の優しさと紳士っぷりを見せてくれます。人の悪意を許したり、悪人の境遇に心底同情するにとどまらず、亡き妻の形見と対の結婚指輪を、涙ながらに施しとして譲り渡せる彼は、紳士を通り越して確かに甘ちゃんなのでしょう。この甘さこそが本作における悲劇を生んだとも言えますし、もう少しでも薄情になれる人であれば、また別の平穏な人生があったかもしれません。しかしその甘さこそが、ジョナサンという紛れもない紳士を育てたのです。ブランド親子には伝わらずとも、ジョナサンは彼の生き様を見ておのが人生の糧としました。その甘っちょろい優しさと正義の心こそが、代々受け継がれる黄金の精神ではありませんか。
このジョースター卿もまたご先祖の背中を見てバトンをつないだのだということは、作中で明示されていなくとも容易に想像できます。その名前はジョージ・ジョースター。彼もまた立派なジョジョの一人なのです。さてここからはさらっとのご紹介になってしまいますが、魅力的で心に訴えかける生き様を見せてくれるキャラクターがまだまだたくさん登場します。忠義に生きた高潔なる騎士ブラフォード、そしてジョナサン一行と出会い、大切な姉のために臆病なこそ泥かつはした野郎なバカ野郎から大きな成長を遂げる少年ポコ。そんなバカ野郎ポコを厳しく諭し、絶対的恐怖を前にそれでも気丈に立ち振る舞う剛健たるポコのお姉さん。最後にセペリ男爵の親友として共に波紋の修行を乗り越え、人生の隅から隅まで全身全霊をかけて意味あるものにせんとする胆力を持つ戦士ダイヤー。その他にもここでは紹介しきれないほどたくさんの心惹かれるキャラクターたちがいます。ぜひあなたの人生の糧になるようなキャラを見つけてみてください。既読の方はどの人物に感銘を受けたか、ネタバレにご配慮のもとコメント欄にて語っていただけたら嬉しいです。本作の魅力の一つ、それはシリーズの初期を代表する特殊能力、波紋。その魅力は先ほども述べたような応用力のみならず、なんかもしかしたら習得できるかもなんて思わせるようなロマンもその一つです。波紋とは呼吸法であり、水面に波紋を起こすのと同じように、その特殊な呼吸法で肉体にも波紋を起こすことによってエネルギーを作り出すといいます。なんか瞑想やヨガなどに取り組んだらちょっとマスターできそうではありませんか。すっごく集中したら少しくらいは血液に波紋を起こせそうに思うのは、私がまだ中二病を患っているからでしょうか。少年心をいつまでも忘れない私たちに夢を見せてくれる、それが素晴らしき技法、波紋なのです。そしてヨガなどを始めたくなるのと同じくらい私たち読者をかきたてるのが、体を鍛えマッチョになりたいという向上心。ジョナサンはもちろん敵味方メインでは戦わないキャラクターに至るまで揃いも揃ってかっこよく、キャラによって差はあれど皆大変見事なマッチョなのです。筋肉十二分で太いはずのウエストがくびれて見えるのは広い肩幅と背中のおかげ。長身かつとんでもない筋肉、しかしウエストはくびれているという老若男女全人類が憧れる奇跡のプロポーション。それがシリーズ前半のジョジョボディなのです。個人的な見解ですが、漫画を1巻読むごとに短くとも1時間は運動に励むやる気を得られますよ。ここらでちょっとおふざけを挟みますと、挙げたい話題はネットミームについて。ネットミームとはネット上で広く拡散され多くの人が知っているコンテンツのことです。何をするだ？そこに痺れる、憧れる、酒飲まずにはいられない、君が泣くまで殴るのをやめない、貧弱、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか、などなど独特の言い回しと怒涛の勢いによりジョジョは多くのネットミームを輩出し、最も関数が短い今作第1部でさえも上げれば優に両手を超えるほどあります。 SNS や動画投稿サイトをよく見る方はこれらに馴染みがあるのではないでしょうか。ジョジョという作品がどれだけ人々の心に強く残るのかがわかりますね。さて最後にお伝えする魅力ポイント、それは生きる意味の一つを提示してくれるということです。多くのキャラクターたちが恐ろしい化け物や死への恐怖、痛みに打ち勝ち、自分亡き後の世界のため、これからも生きていく大切な人たちのため、命の最後の一滴まで有意義なものにせんとするその様は、なんと力強く輝いて見えることでしょうか。かつてあった自己犠牲の精神を美しいとする価値観が疑問視され、もっと自分のために生きようと自己実現や自分磨きなどの言葉が定着している現在、しかしその陰では自分の存在価値がわからない、どうせ終わりが来るのに生きる意味を見出せないなどの声を見聞きし、虚無感を抱く人々が増えてきたように感じるのは私だけではないと思います。自分のために生きることは決して悪いことではありません。しかしより人の心を動かすのはやはり誰かのため、何かのために自分の時間や気持ち、労力など、つまりは人生を捧げられる人々の生き様ではないでしょうか。人の心に刻まれる生き方をすれば、たとえ肉体や魂がこの世から消えようと、その精神や生き様は後世の人々に語り継がれ、確かな存在として世に残ります。これぞまさに価値ある人生ではありませんか。こんな風に生きようと思えたなら、生きる意味を見失わず、自分への確かな存在価値と輝きを持って生きられると思いませんか。例えば、どれだけ素晴らしくても、自己満足のためだけに鍛えた筋肉が、それを見た人に与えるものは、一時の感動かもしれません。しかしその筋肉で誰かを救えれば、同じものにもかかわらず、
その人にとって生涯忘れられない筋肉となるはずです。その筋肉は時にその人の動機になったり、情熱になったり、勇気になったりするかもしれません。それはとても輝かしいことだと思いませんか？そんなメッセージ性を私は本作から受け取りました。未読のあなたもぜひ本作を手に取り、様々な価値観を受け取ってみてください。既読の方はぜひあなたが受け取ったメッセージをコメント欄にて熱く語っていただけると嬉しいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。超ロングセラーものであり、長きにわたって多くの人々に感動と勇気を与えてきた本作。まず絵柄の濃さからなかなか手を出すハードルが高いなと感じている方も多いと思いますが、一度ジョジョの流れに乗ってしまえば、その本流がきっとあなたを新しい世界へと連れて行くことでしょう。またこのチャンネルでは、漫画、小説、アニメ、ドラマ、映画などなど、私が素敵だな、面白いなと思ったコンテンツをイラストにてご紹介させていただいております。ジョジョについては丸一日を費やしても語り尽くせない思いの丈があるので、今後も多くお話しさせていただく予定です。今回の動画を良いなと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。